湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。総集編、第12回をお届けします。いつも通りにトリミング済みです。思えば遠くへ来たもんだ。ほぼ2年だからな。お付き合いしてくださっている視聴者様、本当にありがとうございます。恵まれてるよ、うちは。感謝、感謝です。それでは本編をどうぞ。謎。一応、解説しておきます。トイレの故障問題とは、第9回放送でのマリー隊員の失禁の原因となった事件です。酸素は必要量だけ吸って冷却の上、コロニー各所に回しつつ、全力での水素発電をぶちかまします。これが仕上がれば宇宙開発用の補助電源に使えるかと。今週の、自由研究の、コーナー。今回は移動、についてです。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回、最後に触れたパフの排出問題ですが、思わぬ方向からの強烈かつ最高の援護射撃により、真相が見えた模様です。お寄せいただいた情報がこちらです。いやすごい情報ですよこれは。絶対に自分らではたどり着けなかった着地点だったな。貴重な情報をご提供いただき、誠にありがとうございました。コメントでも触れましたが、内部に一部仕様が残っていて、パフは高さ11以上を好むのかもしれません。海外のまとめでも最大効率について情報があるようでした。そんなわけでこの件に関しては追跡を完了とさせていただきます。ありがとうございました。もう一件、視聴者様からの情報がございました。それがこちらです。かなり面白そう。というかさ、何よ？そもそも式ってなんなん？高い方がいいみたい、くらいな感覚で扱ってたわね。確かに、よくわかってないんだよな。それは後で触れるとして。問題はこの絨毯爆撃地帯よ。こりゃあすごい。壁まで絨毯じゃん。ところが、装飾値の最大が120らしくて、異様に高い数値が全部、足切りされてるのか？絨毯だけで384もあるのに、ほぼカットされてることになる。合ってんのかね、これ？つうことで海外まとめを翻訳してみた。なんのこっちゃ。問題はおけつの一両ね。失敗ってどういうことだ？よくわからないけど、装飾値がバッドな状態、つまり赤表示じゃないの？だとすれば辻褄は合うのか？問題は120を超えた部分は計算に入ってるのかどうかね。入ってない、と思うがな。これを見る限り、足切りでしょうね。装飾値10ポイントごとに式が1ポイント上がるみたいだな。ということは、動線上は120を目安に装飾しておけば良いことになるわね。120だったら絨毯を5から6タイルでいけるわけだ。はっきりした目標があるのは助かるわ。よし、これからはこの数値を目標に環境を整えよう。そいでもって式の変遷がこちら。これが、こうなった。なんじゃこりゃ、爆上がりじゃんか。爆上がりなんです。すげえなこれ。ポートレートの目が死んでるのが気になるが、寝起きを撮影したもので、通過かなり気になるんだが、計算が合ってないけど良いのかこれ？他の要素で変動してるのでは？他って何？ご飯なんかでもかなりつくらしいから。するとあれか、装飾以外でもブーストするってか？多分そう。今回のはあくまで装飾、だから、恐ろしいこったな。そりゃあ食事にこだわるわけだよ。他にも自然保護区とか、大広間とか、色々にくっつくと思うわ。怖くなってきたな。まあ式を上げる手段は多い方が助かるわ。そらそうだ。しかし意外だったんだが、装飾値のマイナス、赤にはレベルがないんだな。倉庫街とか真っ赤っかなんだけどね。マイナス1でしかないみたい。必死に飾ったのがバカみたいじゃんか。過剰ではあったかもね。そうだな。そんなわけで今後は程よい装飾値を目指しましょう。式の変遷を見たら嫌でも目指すだろ普通。まあね。今の見た？一時停止を解除した瞬間、トイレの満タンサインが下がった。どうなってんだ？わからないけど、以前、やられたトイレ故障問題の手がかりなのでは？この状態を維持していると故障扱いなのか？というよりも、野営トイレのステータスの更新タイミングがおかしいのでは？謎。一応、解説しておきます。トイレの故障問題とは、第9回放送でのマリー隊員の失禁の原因となった事件です。いつの間にかトイレが故障扱いになっていた上に、故障のアイコンがないからわからなかったやつだな。その後もチェックはしていますが、再現性がなく、追跡に難航しております。正直、不具合だと思ってます。しかし原因が見当たらなくてね。当時の視聴者様も色々にご意見を提示してくださったっけ？今後も続報があればお知らせします。こそこそとバイオームを一つ、滅ぼしてました。マップ上だとここの海洋バイオームになります。色々と立て込みがきついので、いっそ新規に大規模な水素プラントとその補助施設を押し込もうかと思ってます。酸素は必要量だけ吸って冷却の上、コロニー各所に回しつつ、全力での水素発電をぶちかまします。
これが仕上がれば宇宙開発用の補助電源に使えるかと。嫌な予感がするので前倒しで動いてます。そもそも年内にロケットを飛ばしたいからな。飛ぶかね？微妙、ガラス工房がないから太陽光発電ができないし、熱対策もできてない。ヒリヒリしてきたわね。こういうの嫌いじゃないです。あ、そうそう酸素の余剰分は宇宙にぽいです。左の入り口側が宇宙に直結してますので、そういうのはね、スペースデブリッツってね。ゴミくずですけど。開き直る癖がついてきたな。今週の、自由研究の、コーナー。今回は移動、についてです。皆さんもこんなん、やりますよね。今回、バイオームを掘り抜いていて疑問が生じました。果たして効率的にはどうなのか、ということで、ストップウォッチを作り、感圧センサもつけて走り抜いてもらう形で計測します。ストップウォッチはアドバンセドノート様に該当記事がございます。さあ選手がスタンバイします。ここに移動で GO。結果、6秒ですね。早いんだか遅いんだか。まあ比較してみないとな。さあ今度ははしごを床に見立てて再挑戦。選手がスタンバイします。再びここに移動で GO。早い、これは早いぞ。お話になりませんねこれは。いや全く話になりません。記録としては飛び飛びが6秒に対して、床に見立てた方は4秒です。配置の概念が狂いそうです。結論を急ぎはしませんが、水平方向なら導線を数本、床っぽく配置すべきかもしれません。いやもうこれ結論で良いのでは？そうっすね。こうなると現状の作業指示も見直しが必要ですね。間違いなくそうですね。通勤時間に大きく影響します。では、お次、垂直方向も試してみましょう。お伝えし忘れていましたが、移動距離はどちらも16タイルとなっております。早速、スタンバイ。それではここに移動で GO。さすがに垂直移動は苦戦しますね。やはり飛びつきのモーションが長いですからね。しかしもうつきそうだ。結果、9秒でした。もちろんこれは隊員の能力により変動しますので、あくまで目安であります。さあ、でははしごを連続配置に切り替えまして。選手スタンバイ、本日の最終レースです。レースなの？長い戦いでした。最後も良い走りを見せてほしいですね。上りなんだけど。最後です。ここに移動で GO。早い、ダメですねこれは。やるだけ無駄でした。結果はこのようになりました。違いは明らかですね。やはり、垂直、水平ともに導線を数本、連続で用意した方が移動は早そうです。はしごだったら掘り抜いた資源を遮らないし、ヘドロ攻略には必須ですね。これは、水分も落下してくれますしね。壊すのは一瞬ですから、採用していきたいところです。綺麗にまとまったところで今週の自由研究を完了とさせていただきます。お疲れ様でした。今週の、モッド紹介の、コーナー、始まった。今回のはあかんやつです。いきなりなんなのマジで。その名もゴールドハッチ。うわ金ピカじゃん。猛烈に嫌な予感がしてきた。そう、なんとこいつ、金属を金に変換します。うわぁ。やったらあかんやつよな。そうねー。まあしかしうちみたいに金に飢えているコロニーの最終手段かも。金属の総量が増えるわけじゃなく、むしろ損失を出しつつ変換するだけみたいだからね。そうなんだよね。鉛は 100%、それ以外は 75% の変換効率らしいから。うまい調整ね。これなら鉛を変換したくなるけど。そう、鉛は補給でも増やせないので考えなしに変換すると。鉛が枯渇する、と。鉛は液化すると使い道があるらしいので、気づいた時には手遅れになりそうだ。動物系モッドの中でも隠れたじゃじゃ馬ね。そんな感じ。では今回のモッド紹介はこの辺で。皆様も良ければお試しください。お疲れ様でした。そして本編に戻らなくて申し訳ないですけど、ここいらで今回の動画を締めさせていただきます。ということでレイムさん、頼むわ。はいよ。電解装置を熱でぶっ壊してた日々は何だったというのか。数本の青人参で事足りるとは。蒸発を狙った液体冷却だな。これが意外と好調でさ。ちなみにですがエンディングがバージョン5になりました。良ければ見てください。
湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回の動画を使ってますがズルじゃないです。そうなんです。ちと疑問がありまして。結論から言えばハイドラとロドリゲスとそれぞれどっちが良いのか、ってことです。なんかさ、ハイドラって熱対策どうすんだろうと思ってな。それよね。電解装置をドボンさせてるけど、それ自体の熱で水分が気化するだろうし、放熱に対策までして、長期にわたる運用している動画を見たことがない。わかりますよ。探し方が悪いんだろうとは思います。それにしてもだよな。そうなんす。冷媒を回せば良いだけの話ではあるし、それは容赦に言えることなんだが。そもそも、ハイドラの利点って、すぐに安定稼働する点よね。だと思う。ロドリンは安定を獲得するのに時間が必要だったから。ますますわからん。好みの問題かもしれないけど、HWB と SCPS は明確に違ってたから、わかりやすかったけどな。提案の歴史なんか紐解かないとダメかな？やりたくねえ。もうゲームプレイじゃないよこんなの。まあ今回はロドリンでいくと思いますけど。謎が残った感じね。自由研究に回そうか？どうすっかな。電解装置の素材次第で安定しないかね？無理なんじゃないの。それ自体が放熱するから、無制限に蓄熱するだろうし。それもそうか。つまりはどうしても冷却手段が必要ってことね。冷却なしで回らないかな？水素を吸って吐いてくれる生物も植物もいないからね。青人参先生。これで良いじゃん。見てみろよ狙ったように電解装置のおよそ10台分だぞ。これは組み合わせ待ったなしね。しかも水素の中なら効率も良いし。ということは、ロドリンを構築したら頭の部分にウォートを1本、植えれば良いわけね。システム全体を挟むように2本、配置しても良いかもな。こうなると水分の氷結がないだけ、ロドリンの方が取り回しが良いわね。こんな結論になるとは思わんかった。ハイドラ姉さんまたしても敗北。少しはできそうですわね。おかしい、こんなはずでは。諦めなさいな。ぐぬぬ。まあぶっちゃけ、ハイドラの利点は酸素と水素の層を自由にできることでしょうけどね。水素を下に配置できるってのは、便利だよな。その点、ロドリンは投げっぱなしジャーマンだから。確かに。一応、確認しておきました。構築して2サイクルほど経過してます。カメラを寄せています。おおむね、安定してるかな？だと思う。しばらく見てたけど、30度に到達しない範囲でフラフラしてる感じ。電解装置を熱でぶっ壊してた日々は何だったというのか。数本の青人参で事足りるとは。これだからたまらん。やれやれ。元、海洋バイオームを大改造中。派手にやってるなこりゃ。なんとなく、最上部に吸気ポンプ、その下に電解装置の軍団を配置してます。およそ10台以上が置けるスペースか。足りなければその上のスペースも使うわ。そこまでやったらもう発電機が置けなそう。一理ある。実際は3度も通してないから、これで良いのかわからないけど。怖いことやってんな。補助電源はどうすんの？なんとなくだけど薪ストーブにしようかと。根拠はあるの？一応、見てもらうわ。これなんだけど、蒸発を狙った液体冷却だな。これが意外と好調でさ。右はエタノール、左は冷え冷え塩水か。そう、おかげで熱で壊れまくってたこの辺の施設がマイナス温度で安定したわ。ひと手間だけどやる価値ありだな。いやー、これは良いわよ。なんといっても無電源かつ仕込みがいらない。水分が逃げないようにしてボトル開けを置くだけだもんな。ここに移動を使う手も考えたけど、揮発したら補充するんだからボトル開けが良いと思うわ。これは新しいスタンダードになってもおかしくないね。まあとっくに誰かやってると思うけれども。そらそうだ。おかげで真空に接しているならこの手が使えるわ。強度の冷却にも良いかもね。冷やしてどうするのかわからんけど。まあそっちはネズミさんのご飯で良いのでは？天然の領土を冷ましてアーバーツリーを植えられないかと思ってな。ああ、以前に言ってたやつね。諦めてなかったのか。薪ストーブと相性が良さそうだし、エタノールの元にもなるし。検討だけしておきましょうか。ちなみにこの辺はお役御免なわけ？どうしようかと。今回、色々と冷却手段が見えたから、運用は可能なのだけれど、難しいとこだな。そもそもここは安定してるし。まあ蒸発による冷却自体は吸気ポンプを絡めればどこでも使えるとも言えるけど、このお手軽さは他にないもんな。メガネっ子様様よ。こっちは廃止だろ？どうしようねハンピー君の中で生まれる水素をここで消費してもらってるから。何もかも入れ替えってわけにはいかないらしい。そりゃ全部まとまれば便利なんだけどね。小麦農園の自動化も塩漬けのままだし、手を入れたいんだけどな。今まではスペースがなくてダメだったけど、簡易ロドリゲスを廃止したからいけなくもないわ。もう少しスペースが欲しい気がする。わかりみ。お、休憩だ。お風呂に興味津々ね。お、入るかな？入った。発
つのお風呂シーンかな？あれ、このメンバーって？どうしたの？いや、最近、やけに就寝の遅い連中がいて、スケジュール調整してたんだが、思いっきりこいつらじゃねえか？ああ、お風呂で時間を使ってたのか。これどうにかならんかね？電灯つけて、湯船を4台にするくらい？入浴に90秒。これはきついな。とはいえ式ボーナスがつくし、免疫もつくみたいだし、そもそも一度味わった贅沢を奪えないしな。この緩んだ顔を見たらなおさらね。しゃあない、なんか考えよう。サウナは稼働してないんだっけ？蒸気間欠泉が仕事をしない。別ラインで蒸気を作るしかないのか。どこでも持て余す熱とはいえ、活用しようとするとうまくいかないもんね。そういうゲームだとしか言えん。熱をパッケージ化して持ち歩けたら良いのに。そういうモッドがありそうな気もするな。確かに。いやしかし参ったなこりゃ。どうしたもんか。頭痛が痛い？ぼやいていてもしゃあない。先に進もう。前回、頂戴した多数の情報により、マックス隊員のお部屋もカスタムしました。これで彼も快適な眠りにつけると良いけれど。こうしてみるとエリーちゃんのお部屋だけ格別感があるわね。金属を飾ってあるせいだろうな。そっか。しかしまあこれで大幅な装飾値の改善が得られたわね。装飾値はボディブローって認識だから、徐々に効いてくるのを待つ感じかな。恐るべきは絨毯よね。とんでもない性能をしている。見た目を気にしないなら絵画の代わりに敷き詰めても良さそう。組み合わせでボーナスでもついたら良いのにね。絵画と彫刻でプラスボーナスとかな。実際は相当文化的な生活よね。今の日本基準だとそうじゃないかね。まあ日本人はフィグアとかプラモになるのかもだけれど。万円とか言うからな。怖い。そういやさ、太陽光発電のために、ガラス工房を冷え冷え塩水の中に作ったんだが、水没判定が出たわ。ありゃ、ダメなんだっけ？何も考えずに作ったからすぐに解体したわ。今回の揮発系の冷却を活用するなら宇宙の近くでも良さそうだけど、太陽光を活用するなら近くで作っておいた方が良いもんな。ガラスの排出温度って何度だっけ？1750度。ダメだこりゃ、宇宙一択ね。いや待て、これでサウナを使えるのでは？そりゃあいけるだろうけど、大丈夫なのかな？施設に保持している間に冷えたりしない？どうなんだろう、しかしやってみても良いのでは？冷え冷え塩水を使えば塩も得られるのか。場所選びが必要だな。もう居住区はキツキツなんですけども、サウナを湯船の近くにつけたのは、蒸気間欠泉を利用したかったからだ。向こうが使えないならサウナ自体の移動もできるぞ。丸ごと引っ越しのつもりで場所探しましょうか。そうしよう。よし、それじゃあ次回の展望が見えたところで動画を締めよう。はいよ。ちなみにですがエンディングがバージョン5になりました。よければ見てください。では。ところで今回で仕上がるかな？難しいと思う。何しろ一ネタあるから。で、問題は、バッテリーと変圧器をどこに置くか。なんか作るの？発電止まってバッテリーが空でガラ空きのとこに隕石ドカン。夜になったらシャッター閉めろって話なんだけど。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。さて、大規模水素プラントですけれども、宇宙に起動電源を用意し、お隣のヘドロバイオームにタンク群を逃がす予定です。そこまで大量にはいらないと思うのだけれども、まあ拡張性の重要さは今まで散々に思い知っているので、ギチギチ空間ばかりだものね。もうじき2年になろうという配信者としてはあまりに恥ずかしい真似も出つかねる。いつまでも初陣とか言ってられない。しかしこれがセルフパワードで回ってくれれば御の字ね。あまり期待もできないけれども、頑張ってみようじゃないか。足元に冷え冷えの塩水ダバーもあることだしね。問題は起動用の電源なんだが、薪ストーブとか言ってなかった？ハムスターにしようかとか迷ってる。どうなのかな。焚き火突っ込んで自動運転の方が楽な気はする。ああ、悩ましい。ところで今回で仕上がるかな？難しいと思う。何しろ一ネタあるから。そっか。さて、いよいよね。視聴者様から情報を頂戴してはいたが、なんでも1000サイクルごとにロブが追加されるとか、楽しみではある。怒られたらどうしよう。いつまで遊んでいるのか、とか、そう、その時は凹もう。お、鳴り出した。すみません、しばらくお付き合いください。何しろ節目ですので。どうせだったら隊員の皆さんの寝顔を見ながら迎えようか。それが良いわね。
おお、パチ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 、こうなるのか。ログも来てるわ。お、本当だ。じゃあ怒られるのを覚悟して開いてみようか。今日をもって、コロニーは正式に1000サイクル到達したことになる。大成功だ。ふるさとの人々がこれを見ることができたら、どんなに誇りに思うことだろう。不覚にもジーンと来てしまった。思っていたよりも褒められた。こんな感じなのか、お祝いのメッセージなのかな。そうなんじゃない？裏設定なんかも出てきそうだ。どんだけ仕込まれてるのかしらね。卑劣な手段を使えばすぐにでも確認できると思うが。もっと翻訳データを見に行く。下道すぎて草生える。ついでなのでお知らせも兼ねます。今後は倍速以上での展開になるかもしれません。1000サイクルまではまったり君で行こうと思ってましたので、2年を節目にしたいのもあるしな。過去の蓄積を持って、他の惑星に行っても見たいしね。このコロニーを廃棄はしません。ちょこちょこ動画を出せたらと思っています。以上、1000サイクルに伴うお知らせでした。いやー、良いもの見たわ。早速ですけど1005サイクル、色々と押し込んでおります。ここで気体をフィルタして、水素のみ貯蔵します。ここまで露骨に宇宙に出さなくてもよかったかもな。まあこの隙間には汚染酸素を吸い取ってもらわなきゃだし、余裕はあって良いと思う。それもそうか。タンク部屋は基本、作ったら入りません。なので奥に押し込めました。で、問題は、バッテリーと変圧器をどこに置くか。なんか作るの？せっかくだからスイッチドキャパ下にしようかと思ってるけど。スペースあるの？そこだ。いっそ、発電機もタンク部屋に押し込んだろか。まあ向こうの方が広いけれども、一応、保険はかけてあります。左の空間、宇宙に置けなくもないので、ハイドラ姉さんの予定地が無効化したからな。ある程度はスペースがある。ただ、十分とも言えないのよね。メガネっこを破壊すれば隙間が使えるけれども。心情的にやりたくない、と。なんだかんだでコロニーの心臓部を担ってくれてたし。そもそも一元化はかなり怖いからね。多分ですけど現実でも発電所を分散してるのはそういうことかなと。日本は基本、災害に気を配る形だけど、よその国は攻撃を受ける可能性もあるからね。一極集中の発電所ですなんつってもミサイル一発で全国大停電とか偉い人の首が物理で飛ぶからな。ということで一応、メガネっ子周りは現状維持の予定です。そう、思ってたより厄介な場所だった。最初は明暗だったんだけどね。ああ、それと、エタノール揮発冷却ですが、冷え冷え塩水で代行します。それに伴いエタノールがチューブラリンになるので、いっそ発電に回そうかと。冷却は冷え冷え塩水で良いし、宇宙だから二酸化炭素も気にならない。これから先は電力はいくらでも必要だからな。特に、太陽光発電周りとシャッターあたりはセルフパワードだと普通に終わるからね。発電止まってバッテリーが空でガラ空きのとこに隕石ドカン。夜になったらシャッター閉めろって話なんだけど、その一手間をサボって3度環境は崩壊した。自動化のありがたみが身に染みるわ。宇宙は特にな。というか学んだことの集大成みたいなもんかも。ということは最下層の次が宇宙なわけね。メーカーさんの想定ではそうなのでは？久しぶりね、この入り方。何をうなってるの？見てくれよこれ。ああ、湯船か。また朝まで入ってるんだこれが。今、裏で見てきたんで提案だけれども。ここを見るとさ、得られる効果は同じなんだけど、利用時間が3倍違うのか。そう、うちらは今、冷え冷え塩水ダバー作戦で濡れた足がきついが、防止していたのか。居住区ではダバーないし、多用している宇宙ではスーツを着てはいるけれども、サウナという船を同時に作っても無意味なわけか。今後のアップデで差別化するかもだけど、現状では無意味に見えるわね。他の性能差は？サウナが電力 60W 必要。あとは式ボーナスが湯船はプラス5が8サイクル。サウナはプラス2が4サイクル。難しいなこれ。難題ね。とはいえこのまま放置はできない。実際に休憩を1コマ増やしてしまってるし。楽してほしいのは確かだけれど、作業が進まないのも困るしね。体感だけど、実際に効率落ちてる気がするんだよな。ほぼ10サイクルやってまだ配管も何もかも終わってないからね。ガラス工房と蒸気とサウナで3度で実験しようと思ってたけど、予定を早めておこう。忙しい日々ねこっちも楽したいよ本当に。髪が茹で上がってる。なんでだ、自動化で卵は移動させてるはずだけれど。掃除機は機能してるみたいだけど、新しい亜種でも生まれたか？残りはオークシェル、エタノール漬けだって。じゃあ生まれないな。あ、これかも、掃除機の範囲外に卵が落ちてる。ああ、空間を少し広げたからか。これはダメね。殴られるの分かってて回収なんてさせられないからな。ドアを通行不能にしつつ施錠しましょう。
施錠したら通行不能は解除しといてね。わかってる。たまに忘れてて作業が止まるからね。しかし参ったな。これ当分、入れないかもしれん。どこかに一時的に引っ越ししてもらう？最悪はそうしよう。何にせよ卵がないタイミングを探らなくては。えらいこっちゃ。これもやってみないとわからないってやつだよな。確実にそうだと思うわ。旧車のまとめは当分、先の話になりそうね。正直とても手が回らない。隊員を増やしても良いんだけど。良い人が来ない？それもある。一番の狙いはロケット関係かつヨーデラーなんだが。来ないのよねヨーデラー。もう意味がわからん。意味がわからないところで今回は締めようか。はいよ。なんか、倍速ベースでやってると、コロニーが荒廃していく気がする。目が届かないのは確かだからな。レイムさん秘宝です。聞きたくない。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。早速だけど良くない流れだわ。そっすね。ガラス工房とサウナの組み合わせに暗雲が垂れ込めております。これさ、早めに蒸気を吸い取らないと、ガラスの排出口が圧力超過を起こしちゃうんだよな。まあそれ自体はタンクを挟んでバランスを取れなくもないけれど、石油の生成を自動化目指しつつ、ガラスは手動ってのもなんかな。マグマで自動化できないもんかね？それは一瞬、考えたけれども、多分掃除機が高温に耐えきれない。そっか。まあマグマの補充もどうすんだって話だしね。そもそも砂の融点が余裕でマグマの温度を奪いすぎる。1700度だぞ。マグマがいくらあっても足りないやつじゃん。火山を滅ぼす覚悟がないとどうにもならんと思う。こうなると自動化は素直に諦めて、ガラス工房にお任せするのが良いわね。こうして検討すると、それ一択じゃないかね。道理でやってる人を見かけないわけだ。ちなみにだけど、最も高温を内蔵できる物質ってなんだろうな。機体の全般じゃない？そっか、相変異しないから無限に熱を溜め込める、のか？よくわからないわね。作業が難航しているのでプランだけ最初にお出しします。この部屋、元海洋バイオームは基本的に発電機と電気分解装置のお家になります。バッテリーと変圧器は左の真空の、ハイドラお姉さんの予定地に押し込みます。これは蒸発を狙った冷却を絡めるという意味でもありますけど、単純にスペースの問題でもあります。それから、前回分でご指摘を頂戴したフィルタリングベントのやらかしは修正済みです。ご指摘いただき、誠にありがとうございました。いやー、危なかったわ。水素を無駄にするとこだった。本当にありがたいよ。それと、今更ですがヘドロバイオームはタンク置き場の予定です。他にも何かを突っ込んでも良いけどね。奥の方だからあまり、作業に行かせたくないんだけどな。だったら放置でも良いかもね。それもそうだな。作業指示をキャンセルしておくか。ところで SCPS にするんだっけ？悩み中。自分の過去動画を見ながら考えてた。本格運用は初だから、慎重に進めても良いと思うわ。それと単純に精錬金属の無駄を減らしたいってのもある。手品みたいな理屈で普通の電線が引っ張れるからね。あれも実際に手品だよ。解説動画を見ながらメモを取ったわ。学生か？なんか、倍速ベースでやってると、コロニーが荒廃していく気がする。目が届かないのは確かだからな。この後のシーン見てくれる？何事？見てよ、スリックスターの旧車が転んでる。あっちゃー、水没してたか。まあもともと狙った温度じゃないし、二酸化炭素間欠泉のそばに引っ越そうかと思ってはいたけども、ちょうどカメラが来た。ここだな。倍速での進行も考えものかもね。薪で進めたいんだけどな。もうダメだ、カニの卵がループしだしてる。無計画に部屋を広げたことで、掃除機の範囲外に卵が生まれまして。キレッキレのカニが危なくて近寄れないと。そこで卵が孵化するまで知らんぷりしようと思ったのですが、卵を隔離する部屋で卵が孵化しまして、こいつが大人になったらキレッキレのカニ部屋が2部屋に。かくなる上は怪我を覚悟して、注視しつつ卵を回収、子ガニを解き放つより他はなし。さあどうなる？怖いんだけど、隊員のみんなはもっと怖えよ。あれ、何事もなく卵を回収できた。もしかしなくても攻撃の判定って、例によって左下の1マスなのかも。ってことはこの構造なら安全なのかも。まあよくわからないが怪我人が出なくて何よりだ。ああ、怖かった。居住区で問題が発生中。天然ガスが広まってるわ。断言はできないが、プラスチックと何らかの熱源が熱交換しているかも。新人たちのお部屋が汚染されてる。これガス抜きしないとダメかも。倉庫を覗いてみましたけど、どれが怪しいのかすらわからず。ああ、頭が痛い。そういうゲームとはいえ、問題に次ぐ問題ね。レイムさん秘宝です。聞きたくない。政治ハッチが爆誕してます。ああもう、なんでこんなにごちゃついてるかな？水素プラントのために優先度を触りすぎたな。これマジでやばくない？やばい。
プラントは一旦、停止して、立て直しを図ろう。天然ガスの犯人も探す必要があるし、政治ハッチの厩舎もいるし、トロトロスリックスターの厩舎も必要だし、二酸化炭素間欠泉の開封も工夫がいるし、これはマジでやばい。ということで申し訳ありませんが、事態に対処するため今回の動画はここで締めさせていただきます。これマジで崩壊の危機なんじゃないの？やばさ的には過去一番かもしれん。崩壊したら笑ってください。不邪魔しめてくれ。はいよ。粛々と進めるのですレイムさん。怖いんだけど。いやまあ困りごとしかないわけですが。情けない。ここからやばい光景になります。大惨事じゃん。吸気ポンプが機能してないからこうなってるんだよ。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。さて早速、やっていくわけですが、崩壊を食い止めろ大作戦。倉庫の中身の温度を確認してます。これ、中身の温度見れたのね。知らなかったよ。そして背筋の凍る事実が、プラスチックと熱交換してそうな、高温物質が見当たらず、直前に、宇宙の資源を片付けてもらっていたので、ロードだろうと思っていたのですが、これが全く見当たらない。どうしたもんかな、これは。原因を突き止めないと、ループするわよ。わかってるけど、どうしようもないだろこれ。最悪の事態を想定して、プラ製の吸気ポンプを配置するわ。一応、確認するけどツヤどれの毛刈りで出たプラが溶けたとかないよね。プラの融点って150度くらいでしょ。もしそんなんなってたら隊員が火傷してるわ。ぐぬぬ。仕方ない、ガス抜きしておこう。はい次。ツヤどれか密問題。間引きました。以上。はい次。政治ハッチ爆弾問題。予備のハッチ厩舎に押し込みました。以上。大丈夫かなこの動画。視聴者様、置いてけぼりになってない？粛々と進めるのですレイムさん。怖いんだけど。よし、なんとか優先度をも消化するようになった。一時はひどかったから、一安心かも。そうでもないとやってられん。塩漬けになってた指示も大部分をキャンセルしたし。溜まってたタスク群で身動きが取れなくなっていたのかも。とにかくあとは酸素と食料に問題がなければ危機を脱したと見てもよい、だろうか？一末の不安が残るわね。どうにも嫌な予感がするわ。こういう場合って何か見落としてるはずなんだが。さて、どう出るかな？あれ？どうしたの大声出して。いや、勘違いしてたかもしれない。これを見てくれレイムさん。オークシェルの産出品ね。そう、でこれがサミシェル。むき身を落とすと。あれ、ラッチしないじゃん。そう、さらにこれ。ということは、今までカルシウム生産者兼パフのヘドロの消費者だったはずが、カルシウム出してねおかしいと思ったんだよ青い抜け殻がないからさ。これは謝罪会見、待ったなしか？そもそもなんで神さん呼ぼうと思ったんだっけ？石灰が欲しかった。思いっきり無意味じゃねえか。まあ神さん飼育のノウハウを手に入れたということで。物はいいようね。うるさいぞ。ここらでなんとなく、隊員の皆さんのスキルでも見てみましょうか。随分見てない気がするから、ちょうど良いな。どうなってるかな？うわぁなんだこれ、すごいぞ。式要求値に対する式の比率がすごい。フランキーなんか3ポイント要求に対して41ポイントもあるぞ。鼻血出すんじゃないか彼？鼻血で済めばよいけど。怖いこと言うなよ。システム的には式が高くて困ることあるんだっけ？なんかあった気がする。作業に関する話だったような。思い出せない。ごめんなさい。まあこんだけあれば、オーバージョイもちょくちょく起きるだろうし。実際にすげえ頻度で起きてるからね。ほぼ誰かしらやってるからな。新入りのエイダでさえスキルポイント19か。すごいわね。もうこれロケット要員を増やせるな。そうなると新人の枠が広がるわね。ヨーデラーは欲しいが。せっかく、話題が出たので、以前にご指摘をいただいていた、ヨーデラーの情報ですが、第91回放送でのコメントでお寄せいただいた情報ね。これについて海外版のまとめでの情報を拾ってみました。ルプリカントのページの最下部の項目ね。普段は折りたたまれてます。実際に抜き出してみたヨーデラー候補がこちら。少な？ソラーでないわけだよ。最低でも彼らを引かないとダメなわけね。そうみたい。名前と紐づいているそうだから。茨の道ね。しかし、良い点もあった。何？まだ引ける可能性があるってことよ。そうだな。この表を見ると、この名前ならこのオーバージョイってのがよくわかる。エリーなんか思い切りステッカーボマーだからね。これも勘違いしていたんだけど、名前プラスいくつかの特性からランダムだと思ってた。そうじゃなくて常に1対1ならまだギャンブルとしては勝ち筋があるわ。もし特性ランダムだったら、もうすでに加入しているメンバーにヨーデラーがいたら終わってたわけだからな。そうじゃないのが分かっただけでもありがたいわ。情報をお寄せいただき、誠にありがとうございました。現在、当チャンネルでは困りごとが、
いやまあ困りごとしかないわけですが、情けない。最下層から宇宙までの冬季用配管なのですけど、途中にフィルタリング弁当挟んでるやつね。そう。あれのせいで緑と白の数が合わなくてさ。つまりは流れないと。あの弁当、もう用済みだから壊せばよいのだけれど。それでは問題の根幹が解決しない。これさ、もうカンニングした方が良くない？配管自体のお作法なんだから、個人でゴニョゴニョやっても仕方ない気がするんだけれど。つまりは声優が分かってないということでもあるからな。少しカンニング前提で動いてみます。しばし勉強しておきます。問題の本編の配管も、恥を忍んで晒しておきます。超汚ねえ。色々と直さないとなんだよなここ。上層部から酸素を引っ張る意味もほぼないし。意味なくはないでしょ。適温の酸素だって必要なんだし。それはそうなんだけれど、まあ高温酸素はそのまま宇宙に漕いでも良いのかな。少し再生速度を上げます。左の経路が宇宙への配管、右が適温の酸素を下層に流す配管です。この辺も工夫すれば配管がいらなくなりそうだけど。とはいえ何が起きるかわからないからね。古い設備に救われることもあるし、壊さずに取っておこうってか。そういうこと。ここだな、問題の合流地点。色々と付け替えたんだけどな。この問題が解決しないと、二酸化炭素と天然ガスの問題が動かない。厄介だな本当に。ロケットを飛ばす以前の問題だよな、こんなの。とはいえ貴重な動画ではあると思うけど、こんなレベルでごちゃごちゃやってる実況なんてないからな。自慢にならない自慢。なんとなく飼育していた社員バグたちが無事に飼いならしになりました。何を狙って飼育したんだっけ？地下の太陽光発電を意識はしてみた。あとは放置卵の対策も。ああ、ゾンビ放置だっけ？憂鬱な話だな。でも旧施設では必須らしいからね。うちでは出土してないと思うけど、恐ろしいの。あれ、そういや野生で太陽バグが生まれてなかった？生まれてたんだけどどっかに行ったわ。自由人だね。自由人だからね。ここからヤバい光景になります。大惨事じゃん。吸気ポンプが機能してないからこうなってるんだよ。居住区に流れ込んだのってこれなのかな？距離がありすぎる気がするんだよな。あるとしたら右の経路だと思うけど。こりゃ早く配管のお作法を身につけないと偉いことになる。別の経路を用意して、天然ガス間欠泉のバッファエリアにはなっても良いんだけど。それならフィルタもいらないし便利かもね。向こうの出口で分別してくれてるからね。変なことを言うようだけどさ。気体フィルタって共通化できないかな？どういうこっちゃ？いや、一箇所に集約するというか、なんとなくだがわかった。変電所の低圧化設備みたいなのを各地点にってか。そう。現実味がないと思うけど、そうでもないんじゃないか？少なくとも共通化ってのは節電になるし、頭に入れておいても良いかも。居住区の天然ガスはかなり、除去できてきてるわね。寝室に入り込んでた分は割と、抜けてきたと思うがな。物質レイヤーで見るとエグいわね。ガスオーバーレイと違ってがっつり、色分けされてるからな。残りはどこで吸おうかね？どれっこ厩舎の右側かな。つうか本当にどっから来たのこの子たち。右の経路も見てみたけど、見当たらないんだよな。時間をかけてじわじわ上がってきたとか？それぐらいしか思いつかない。ちなみに配管を壊した形跡はありませんでした。そもそも、上がってきてもトラップに引っかかりそうなんだが。どうかな？じわじわ登るだろうから、あそこにはたまらないのでは？言われてみればそんな気がしてきた。あそこはそもそも、火星バイオームの水素を吸わせるトラップだったからね。これも脳内に止める案件だな。もう少し、居住区の守りを固めたいわね。そうは言ってもな、やりようあるかな？それも考慮しましょうか。問題が少ないよりは多い方が良いとはいえ、なかなかきついものがある。リアルストレスが半端ないわね。ああ、居住区を液体ドアで隔離するか？濡れた足が嫌ね。それもそうか。高圧酸素を充填したら鼓膜が危ないし。何か考えましょう。そうしよう。それじゃあそろそろ動画を締めようか。はいよ。マジサーセン、声優、舐めてました。いやー、沼だねこれ。しかしこの冬季用の経路はもうギチギチね。詰まりまくってるから、もうこれ以上は別経路が必要だ。ところでさ、吸気ポンプで二酸化炭素をポイするのと、炭素スキマーで処理するのとではどっちが効率良いかな？ゆげサバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回の動画で配管が、とか言ってた話題が曖昧だったので、補足しつつ解決シーンをご覧いただきます。分かってみれば単純な話だった。試してみた。気体の入り口同士を連結させても流れは止まらない。ふむ、これはあれだな。入り口3つが1つとしてカウントできるんだろうな。で、出口を連続させても流れは止まらない。これも同じだろうな。出口が1つながりで解釈されてる。今回の勘違いはここからです。
ここにブリッジを挟みたいとする。こうしたくなるけども、出口の次は入り口じゃないといかんと思ってた。こんなん止まるわな。というか逆流する。正解はブリッジの向きが真逆ってことね。どこでこんなの思い込んだかな？以前はきっちりやってたはずだから、どこかで記憶喪失になったのでは？記憶ってそうそう喪失するもんなん。主のことだからね。ということで本編の配管も直しておきます。マジサーセン、清流、舐めてました。いやー、沼だねこれ。色々な記事で中盤から牙を剥く的なことが書いてありまして、主がバカだでは済まないのかと。特に合流を本格化すると一気に表面化するわね、こいつ。今回、特に勉強させていただいた記事がある、2018年の牧大輔様の、配管マスターへの道水流設計編だ。これは助かったわ。理論がどうこう以前に答えはこれだ、という論点だったから。でも正直、疑問もあるんだよな。この構造で流れてるけど、なんでかしらね？入り口と出口の理論でいけば、こうじゃないのかな？わからなくなってきた。始点と終点で流れが決まる？だったら途中に何を挟んでも良いことにならないか？自由研究行きね、これは、頭痛い。今週の、自由研究の、コーナー。すんげー嫌そう。嫌じゃなくて、意味わからんだけ。始めます。すいません、ここからはしばらく考えながら進めますので、かなりわけわからんかもしれません。ご容赦ください。さて、現在わからんのが流れの方向がどう決まってるのかなんだけれど、わかっていることを整理してみる。まずこれね。つうことはこの接続で逆転は起きないわけだ。混乱の元はこれか？緑から白への流れがブリッジだと逆転してる？なんでこんなことになってんだ？アイコンが逆ならしっくりくるんじゃないのこれ？何か事情があるのだとは思うが。次がこれ。完全に先般だろこんなの。これはもうごちゃごちゃ言わずにそういうもんだで終わらせるのが良さそう。自由研究とは何か、考えさせられるな。まあブリッジの熱交換とか、得るものはあったわ。これを踏まえて本編の配管を見直してみよう。無事に流れ出したわ。分かってみれば簡単だったが、盲点と言ってよいのだろうか？よその実況者様では見たことのない情報だからね。本的すぎて触ってないとか？落とし穴にしても初歩的すぎるのでは？でもまとめさんでも、きっちりやらないとある日突然流れが逆転するとかあったぞ。この辺は更新が降ってくるゲームの障害かもね。どの時点で変化したのか、意外にない。動いたから良いや、が通用しないからな。あとは様子を見ながら二酸化炭素の排出と、天然ガスの効果を見守る感じね。逆サイクルも回せば天然ガスも吸えるかもな。その前に別経路を引っ張って、間欠泉の近くに排出すべきでは？それやるくらいならタンクに流し込むだろう。それもそうか。しかしこの冬季用の経路はもうギチギチね。詰まりまくってるから、もうこれ以上は別経路が必要だ。機体の無限圧縮に手を出したいとこね。やり方だけ調べておこう。やらないけどな。それ途中で折れるやつのセリフじゃん。さて、新たに吸気ポンプを設置してみた。これで天然ガスの居住区侵入が止まると良いけれど、ここよりも下の階層で、二酸化炭素も吸ってもらってるけどおおよそ、1サイクルで 50g くらいみたい。現状、2000g くらいあるから、順当なら20サイクル程度で始末可能ね。もしかしてさ、各ポイントに液体ドアを設置すべきなのかな？どうだろう？サウナか湯船を使えるならデバフ向こうでやれるでしょうけれども、現実だとエアカーテンとかの出番だよな。ここにはそんなのないし。ほんとか？実は昔にエアカーテンをやってるんだよな、確か。やってた。右側の導線からの仮想侵入口ね。機密ドアで隔離した空間に、酸素割りだけ送り込んで隔絶してたっけな。直前でスーツを着せていたから、鼓膜は無事、と。飲食工場に行くとわかるけど、あれってかなり効果が高いんだよな。とはいえ、オキシ世界では無理でしょ。もっとでも使わないと。なんとかならんのかねチミー。ベタな昭和の社長。やれるならやりたいけれども。検討しておいて。丸投げするやつだこれ。油性の天然ガスを直接、吸います。教えていただいたテクを使いたいのですが、ともかく今は緊急でお願いしてます。油性の天然ガス発生量が毎秒平均 33g 毎秒らしいから、ミニポンプで十分ね。温度的にも問題ない、と思う。周辺は80度から90度で推移してるからな。色々と問題が吹き出してるけど、まあ対処できてる方でしょうね。初期なら積んでるレベルだったと思うが、もうじき2年になるから、これくらいはね。しかし油性を扱うのは初めてだけど、アプローチが良くなかったな。反対側のアディサライトを削って、新しい入り口にしようか？このままだと天然ガスが二酸化炭素に持ち上げられるだけだからね。反対側を削りにかかれば、教えていただいたテクも使えるかもよ。検討しておこう。割と優
先導を変更したから、作業を平均化したい。12人体制が待たれるわね。こればっかりはリアルラックだからね。ターゲットがはっきりしただけ良いけどね。ちなみだけどこのスティーブって2011年に亡くなったあの方だよな。肌の色を変えてるけどそんな気がするわね。ゲイツっていたっけ？やめなさいって。何が大丈夫だって？ああもう、この素材の耐久温度と設備の耐久温度が違うのどうにかならんのかね。どうにかなればそれは楽だけれども、分けてるのって理由あるのかしらね？なんだろうな。思いつかないけど、昔の名残とか？施設を温度で縛ることで難易度を調整してるのかも。ああ、それはありそう。素材由来にしたら高温への耐久が簡単になるからね。それ発想としてやりにくいのは本当だぞ。これも家庭用に展開するなら分かりやすくしないとダメでしょうね。いっそ、キッズモードとかつけた方がやりやすいかもしれんね。ああ、分かりみ。でもググると評判悪いみたいよ。メーカーの苦労が忍ばれるな。ちょっと泣く。だいぶ、マシになってきた。今回は機体に振り回されっぱなしね。ところでさ、吸気ポンプで二酸化炭素をポイするのと、炭素スキマーで処理するのとではどっちが効率良いかな？節電で見ればスキマーかな？水の給水ポンプは使い回すのが前提ね。独立させるとさすがにダメだろう。それから、始末用だけど、分別しないならポンプの圧勝かな。それから地味にポンプは発熱しないのが優秀ね。そっか、それもあったか。これさ、汚染水がいらないならスキマーよりポンプのが良くない？そんな気がしてきた。宇宙まで配管してしまえばポンプで良いよな。吸気ポンプ選手の圧勝かな？使い道が違うんじゃないかね？空手と柔道みたいなもんかな。異種格闘技戦だったか。でもこうしてみるとさ、設定が地味に効いてるな。見てくれよ電力と始末量。電力の比率が1対2なのに、始末量は3対5だぞ。やらしいことしてるなぁ。こうしないといらない子になるとはいえ、よく練り込まれたゲームだな、マジで。こうなるといい加減な設定を見つけてやりたくなるわ。そんなのあるかな？ない気はする。オチがついたところで今回は締めようか。はいよ。おもらし上等、と、そこまでは言わんけれども。そして更新は来たけどヨーデラーはなし。来たとしてもヘコキとかついてたらお帰りくださいだからな。よその国でもさすがに真似しないもんね。したくてもできねえよ。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。更新が来ましたよマリサさん。嬉しい悲鳴。今回は配管関係に追加が来たみたい。じゃま見ていくとするかね。まずはこれ、配管へのボトルドロッパーね。施設の解説を翻訳するとこんな感じ。ボトルを直に配管に流し込んでくれるぽい。どうやらこれは、床がないと機能しないぽい。というか建設自体が不可能ね。ボトル開けの系譜なんだろうな。普通にチューブラリンで良さそうだけども。まあ重量の問題もあるし、それでこうなのでは？便利になるかな？微妙じゃないかな。ただ、選択肢が増えるのは普通に助かる。除水池が完全廃止できるもんね。そうだな。混在する事故も防げるし。おもらし上等、と、そこまでは言わんけれども。次は、なんだこりゃ？何々。自動で液体をボトル化するって。そりゃ便利だ。もうキコキコボトル化しなくてよいんじゃん。これはでかいわね。というかなぜ、今までやらなかったのか？換気と配管の整合性を取ったという形なのだろうけど、遅かったよな。充填量とか、重量で揉めてたのかも。そうかな。どっちもすでにボトルはあるじゃん。それもそっか。関連しそうなアプデのためのアプデ、かな？それはありそう。バイオニックブースターパック、とかいう DLC が来るみたいだし、それを導入するのには現状では都合が悪いんだろうな。水流が止まったと思ったらボトルができてる。無電力なのも都合が良いな。プラとかの資源も減らないし、これで貯水池はパクーノスでしかなくなったか。しかし実際使えるなこれ。ウォータークーラーとか、ボトルが必要な施設が楽になる。考えてみれば相当な量があったからね。農地の管理も楽になる。その代わり、水分系の配管を取り回す必要が出る、と。前回に声優に触れててよかったな。危ないとこだったわ。もう一つ来てた。予想通りね。これでガスボンベも片付くな。宇宙への投棄も楽になる。そもそもがボンベの扱いって面倒だったから、助かるわ。水素とかボンベに詰めても余ると行き場がなかったからね。あとはボンベ開けなしで開けられれば言うことないけれど。それやるとボンベ開けがいらない子になる。あれ、でももうできるんじゃないっけ？そう、だった気がする。それで液体ドアが楽に作れるとか動画を見たような。じゃあボンベ開けの廃止もあり得るかも。逆にボンベ開けとボトル開けが必須な状況ってあるのかな？手間的には配達で済むから時短になるのでは？なんとなく、本当になんとなくだけど、瞑想の匂いがするぞ。
長期的な展望に基づいたアップデではないでしょうね。オキシにした珍しいことやってんな。これでまた、ゲームが変わったわね。変わったね。ここに運ぶ波の衝撃かも。さて、本編のデータに戻るわ。かなり天然ガスが引いたかな？最も悲惨だった状態からは抜けたと思う。あとはあれだな、アビサライトを残してるから二酸化炭素の落下が遅い。本来ならこの階層は埋め尽くされてるはずだからね。もうじっここの二酸化炭素が滅ぶぞ。それより先にこの宇宙への投機用パイプが滅ぶと思うわ。電線みたいに、パイプ類にも上位互換ができないもんかね。鉱石でやってるから、上位の素材自体がないのでは？それもそうか。黒曜石とかバンバン使えないもんな。いずれはあの辺の素材も整理されるでしょうけど、DLC にパワーを割り振ってるから、あまり期待できない気はする。まあ開発費の回収というステージに入ってるんでしょう。多分、まだまだネタはあるだろうしな。高熱惑星、電力源がない惑星、高圧の惑星。高圧はモッドでやってた方がいらしたわね。すんげーきつそうだった。あれだろ、閉鎖空間が高圧の気体で爆弾化してるって動画。そう。あの動画シリーズって最後まで見てないけど、冬の間に見ておきたいな。ホワイトボードに書いておこう。そして更新は来たけどヨーデラーはなし。来たとしてもヘコキとかついてたらお帰りくださいだからな。もう普通に人員増やさない？いける、はいけるんだが。寝室の天然ガスもかなり引いたし。食料もあるし、足りないとすれば何かあるかな？ない、と思うんだが。強いて言えば処理が重くなると困るくらいか。あとはあれね、ロケット要員の問題ね。スキル育てる必要もあるし、次回あたりで人員を増やせないか検討してみよう。今年もロケットは飛ばず、か。まあそうポンポン飛ぶものでもないかな。この世界だと楽に飛ばせるはずなんだがな。今の日本のロケットは戦争責任のせいで誘導装置が付けられず、打ち上げに苦労してるからね。あの環境でじゃんじゃん軌道に投入してるんだから JAXA の技術力は変態レベルなんだけどな。H2A の成功率は 97.96% だって。変態だよ変態。紙飛行機を狙った家の窓に突っ込ませるようなもんだぞ。よその国でもさすがに真似しないもんね。下立てもできねえよ。うちらのコロニーは恵まれてるわ。居住区の現在の天然ガスがこう。まだガチャガチャしてるわね。配管が詰まってるから、二酸化炭素を排除できないんだよ。汚染水もトイレ由来だけでも宇宙行きだし、スキマーも使えない。いや待てよ、液体の配管は暇してたよな。水も余ってるし、汚染水にしてこいか。そう、悪くないんじゃないか？問題があるとすれば配管の整流がうまくいくか、どうかね。まだ自分のものになってないから、そこはトライアンドエラーだろう。早速、手をつけよう。やってみた。が、電力がない。アホか？大丈夫だって、当てはあるから。この階層には移動チューブ専用の石炭発電機がある。そこからちょいと電力をいただくってか。常時垂れ流しじゃないし、チューブアクセス自体もバッテリーを内蔵してるから無残なことにはならんでしょう。まあそこのアクセス自体、必要なのか怪しいからな。大昔の計画ではこの空間に大規模な発電施設を用意する予定だったからね。塩漬けにしてるだけで諦めてないぞ。そうなんだっけ？そのつもり、ここより下の水素発電機たちと連携を取ってもらおうかと。言ってる間に動き出した。どれどれ、うまくいってるかな？流れは予定通りね。あとは合流だけども。成功だ。ヒヤヒヤするわ。あとはこれを数箇所に設置できれば。ぶっちゃけアビサライトを壊す方が早いんだけどね。それを言ったらおしまいだぞ。地味に効くわよね、この縛り。過去に色々なゲームで縛りをやってきたけど、一番きついかも。常に問題を抱えてるようなもんだからね。もともとは天然環境を大事にしよう、程度のつもりだったんだが、ここまで二酸化炭素が動かないとは、もっとガンガン落下してると思ってたよな。予想と全く違っていたけん。やってみないとわからない。皆さんもアビサライト残し地獄へ遊びに来ませんか？誰も来ねえよ。そらそうだ。上層での水の投棄も軌道に乗ったわ。よし、あとはしばらく様子見しつつ、水素プラントを進めよう。鋼鉄の生産も必要だし、やることは山積みね。絶対にスローライフにならんよな、このゲーム。むしろ対極なのでは？言えてるわ。問題の大名行列ってのはかなり正確に表現してるんじゃねえかな。何しろ途切れない、厄介ことを連れてくる、説得に応じない、やたらと浪費させたがる。当時の人はよく付き合ったよ。今、新 DLC のネタを拾おうと Steam のストアに行ったんだけど、紹介動画が新しくなってるかも。おや、いい感じ？ゲロ吐いてた。なんでやねん。ツッコミが入ったとこで今回は締めようか。はいよ。
一応、雪塩水のダバーで対応する予定だけれども、これについては前回のアップでの恩恵を最大限に受けられそうだな。施設を移動できれば楽なのにね。誰かモッドを作ってそうではある。あれ、もしやパフ先生で液化可能な酸素を作れたりする？多品で舞うはそんなもん。生存可能温度の加減がマイナス50度。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。いきなりですけど嘘情報の謝罪からです。前回の放送で、国産ロケットは完全、無誘導だというような内容を喋りましたが、嘘をつきました。ごめんなさい。正確には知識が入れ替わってたみたいです。本来お伝えしたかったのは、自己完結型の誘導はできていない、ということでした。ミサイルなんかがこれですね。電波誘導なしでも自分で軌道を修正しつつかっ飛んでいきます。対して国産ロケットは、情報を地上に送りつつ、地上からの指令でかっ飛んでます。言われてみればその通りなんだよな。さもないと指令爆破とかできない。指令爆破は軌道への投入が難しい状態になった際、爆破による自己破壊を指示するものです。調べてみたら2022年にやってたんだな。知らなかったかも。昔は結構、ドカドカやってたと思うけど、その度に自称、記者の皆さんが貴重な税金が、とか言ってたっけ。あんだけ難しいことやって成功する方がおかしいんだけど、その割にJAXAの皆さんって可愛いんだよな。打ち上げに成功するとオリジナルラベルの焼酎高を作るそうで、粋なことしてるわね。確かに、粋だね。種子島は鹿児島なので、鹿児島の焼酎なんでしょうね。現地で飲んでみたいもんだな。さて、水素プラントだが、タンクの追加が必要そうね。というよりも消費先を増やしたい。それはわかるんだけど、まだ排水作業も終わってないからデザインできないでしょ。そっか。電解装置は順調に増えてるんだけどな。心配していた酸素の温度もあまり大事にはなってないっぽいし。宇宙に素通りだからな。逆に、その移動中に近隣施設を熱していくのが怖いとも言える。一応、雪塩水のダバーで対応する予定だけれども、これについては前回のアップでの恩恵を最大限に受けられそうだな。どっかに雪塩水のボトル施設を建てておきましょう。それが良いね。配管周りも整理したいわね。そういう作業ができないのが今作の痛いとこだよな。施設を移動できれば楽なのにね。誰かモッドを作ってそうではある。この辺の天然ガスはかなり減ったわね。そうなんだが、居住区がまだ終わってないんだよな。ミニポンプにしたのはまずかったかな？どうかな？酸素も移動させてしまってるので、隊員が寝てられないっぽいんだよな。息苦しくて飛び起きるのか。存分に寝坊してもらって構わないんだけど。あとは細かいことだけど、汚染水をアーバーツリーに流し込んでる関係で、洗面所の汚染水が余ってるわね。これもアプデに助けてもらおう。おんぶに抱っこね。大変だよ、世界は。お、さすがにそうかんねえ。こんだけの電解装置とは、これを作るにあたって、現実の水素プラントを参考にしようと思ったんだが、意外にもまだないらしい。水素社会とか言ってんのに？一応、カセットコンロで有名な岩谷がプラントを実稼働させてるみたい。あれ、意外ね。天然ガスから水素を作ってるのね。2種類の生産フローでやってるみたい。水由来の電解もやってるぽい。天然ガスの方は、これは冷え冷えで送られてきてるのが前提ね。マイナス162度な。うちでもやったネタだな。もはや懐かしい。第21回ね。あれはなんか楽しかった。確かに。しかしこの生産フローはうちでは使えないわね。天然ガスを冷やす必要があまりないからな。格納上の有利は取れるんだが、現実だとタンカーでの輸送には必須だから液化しているのであって、コロニーだと配管で回ってるからね。この辺の物流、というのかな。そういう点も追加されると嬉しいが、そうなるともう別のゲームでしょ。ストアページの感想を見てるとわかるけど、みんなが求めてるのは科学と物理の管理締めみたいなとこあるからな。裏庭から石油が出たらガソリンを生成できる気がするとかプレイ後の感想を書き込んでる方がいたわ。そんなもん同意しかないわ。まあ天然ガスの液化は超低温環境が構築できたらついでに、くらいの感じね。しかし液化酸素と液化水素はロケットに必要だったよな。一応、水素はなくても良いみたいだけど、酸素は必須かも。マイナス183度ね。どうすんのかねこれ。カンニングしてないからわからん。冷媒を回しても無理ぽ。これこそ超、冷却剤の仕事なのかも。道のりは遠い。大昔に王立宇宙軍ってアニメがありまして、文明レベルが高くないのにロケットを飛ばす話なんですが、無理だよな。多分、あのアニメ、好きだけども、月に行ったロケットの話とか、ゆっくり動画で探しておこう。楽しそうな予感。
ちょっとしたトラブルで変圧器が停止してたんだが、自動化で停止してたぽい。これ、何に使う自動化なんだろうな。変圧を停止させたい状況ね。変圧が止まるというよりも、電流が停止してたけれども。そらそうだ、大電力を垂れ流されたらたまらんわ。あれ、ということは単純に電力のフローを停止したい時に使える？だとしたらさ、SCPS のスイッチの数を減らせるんじゃないか？構造を見直してみようか。よくわからんがダメな気がする。そうね、遮断するのがこのシステムの肝なわけだから、繋いでおいたらあかんよね、多分。そもそも構造が複雑化するしな。こうなるといよいよ変圧器の自動化がお遊びになるわね。わざわざついてるんだから、何か使い道がありそうなもんだけどな。考えないと使い道がないのなら、それはそれでもやるわ。一応、頭にだけ入れておこう。何か楽しいものが作れるかもしれない。変なものしかできなさそう。やかましい。仮想のパフ先生の件だが、どうしたの？すげえ量のオキシライトを出してくれてる。それはまずいわね。揮発こそしないでしょうけれど、輸送用のルートと、蓄積所がいるかもしれん。今まで何もしなかったからね。あ、そうだ、隊員の寝室にいくつか置いたら？ああ、それは良いかもしれない。即応性が実に頼もしい。というかこってりパフ先生が大活躍ね。あっちこっちで良い仕事をしてくれてる。こんなことになるとは思わなかったんだけどな。酸素の冷却という、大仕事を一手に担ってくれてるからね。先生がいなかったら偉いことだった。あれ、もしやパフ先生で液化可能な酸素を作れたりする？ダヒンで舞うはそんなもん。生存可能温度の加減がマイナス50度。思いつきで言っただけなんだが。というかマイナスでも生存可能なのか。もしやハンピー君のお部屋に話しておいたら便利だったりする？怖くなってきた。パフ先生の可能性は無限大だぞ。ピック君と良い勝負なんじゃないの？そうかもしれん。パフ循環型コロニー爆弾か？聞いたことないワードきたこれ。実際にコロニーの環境維持にすげえ有効な気がする。あまりこってりパフにフォーカスした動画は見たことないわね。過小評価されてるのかも。うちらで押しておきましょう。それが良い。早速オキシライトを配達してみた。死後出来が過ぎる。今まで大して意識しなかったけど、便利ね、オキシライトって。酸素を運ぶのとオキシライトを運ぶので、どっちが効率良いのかな？思いっきりアドバンセドノート様で記事になってた。それもそうか。冷却も？もちろん。しかも海外勢の実践動画付き。うちらが押すまでもなかったか。まあ火に当てるのは良いことだと思うけれども、気づきのきっかけにでもなれれば上等。で、効率は？オキシライトにして輸送するとおよそ配管の20倍とのこと。そいつはすごい、というかオーバースペックなのでは？そうねまあオキシライトは気圧の調整機能も内蔵してるから、鼓膜は無事だけれど、あとはあれだな、専用の揮発室が欲しいな。寝室なんかに置くと瓦礫扱いでしょうからね。せっかくの装飾地を無駄に減らすことになる。それは避けたいわ。しかしオキシライトを主力にしたコロニー運営も可能なのか。かなり後半の話でしょうけれどね。そうかな、序盤でパフ先生を捕獲、飼育できればハンピー君なしでも酸素が回せるのでは？雪原バイオームなんかを利用できればあるいはいけるかもだけれども、やってみても面白そうだな。しかし問題もあるわよ。パフが滅ぶとコロニーも滅ぶ。それもそっか、予備のラインが必要だな。まあ結局は電解装置なしではきついのは確かね。そこ縛ったらどうなるかな？普通に無理なんじゃないの？そうかな、水源のないコロニーでやってた方がいただろ？いた。どなただったか忘れたけれどもゆっくり系だった気がする。サビとかで頑張ってたっけな。電解装置なし縛りか。想像もつかないわね。いや待て、ヘドロルートで安定しない？ヘドロボリ抜いたら終わりでは？パフ先生でも間に合わんかね？隊員の人数次第じゃないかな。課題として少し考えてみよう。良いネタになるかもしれん。それは言えてる。オチがついたところで動画を締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。